この動画では短いストーリーを通して日本語を学びます。今日のストーリーには初級の方にも中級の方にも役に立つ単語や表現が出てきます。もしかしたら知らない言葉もあるかもしれません。でも大丈夫です。ストーリーの中で文脈から意味をなんとなくつかむ力をつけます。私はこれをなんとなく力と呼んでいます。なんとなくははっきりした理由はないけれど、雰囲気でそう感じたり行動したりするときに使う言葉です。例えば、どうしてわかったの？なんとなくそう感じたの。なんとなく力はすべてを理解しようとするのではなく、わからない部分があっても、話の流れや文脈から想像してみる力です。こういうことかなと。実際の会話でも知らない単語が出てくることがあります。だから、なんとなく力を育てることは会話の練習にもなるんです。まずはストーリーを聞いてみましょう。後で語彙や文法、表現についてわかりやすく解説します。それでは始めましょう。今日のレッスンは一本の藁3の1です。文法は A しながら B する、動く、動かすなど自動詞、他動詞を勉強します。タイムスタンプもあります。概要欄をチェックしてみてくださいね。このお話の語彙リストやトランスクリプトをダウンロードできます。概要欄からクリックして使ってみてください。前回までのお話です。一人の若者は観音様に祈り続けました。夢でお寺を出て最初に触ったものを拾いなさいと言われました。若者はすぐにお寺を出るとつまずいて転びました。最初に触ったものは藁でした。若者はその藁を持って歩いています。これは今日のレッスンです。少し長いと感じるかもしれませんが、一つずつ説明しますから大丈夫です。一緒に頑張りましょう。では、まずストーリーを聞いてみましょう。しばらく行くと、どこからかアブが一匹飛んできました。ぶんぶんうるさく顔の周りを飛び回りました。若者はそばにある木の枝を折りました。その枝でアブを払いのけながら歩いていました。でもアブはどこまでもぶんぶんついてきました。若者は我慢ができなくなりました。とうと
アブを捕まえました。そしてさっきの藁でアブのお腹を縛りました。それを木の枝の先に縛り付けて持って行きました。アブは逃げることができなくなりました。ですから羽だけをブンブン動かしていました。すると向こうから女の人がやってきました。どうでしたか？それでは文法のポイントや語彙を勉強していきます。しばらく行くとどこからかアブが一匹飛んできました。しばらくは少しの間という意味です。具体的にどのぐらいの時間なのかは文脈や話す人にもよって違います。少しの間という意味の時もあれば、結構長い間という意味の時もあります。しばらく行くと、少しの間進んだ後で何かが起こるときに使います。どこからか、どこかわからない場所からという意味です。アブ、この虫のことです。アブが一匹。この一匹という匹、匹、匹。小さい動物を数えるときに使います。例えば、猫、犬、魚、テントウムシです。うさぎも一匹、二匹ということが多いです。でも、正確には1羽、2羽と羽が使われます。大きい動物、例えば象は1頭2頭、鳥は1羽2羽ですから大きい動物や鳥は匹を使いません。以前のレッスンで長いものを数えるとき、ポン、ホン、ボンを勉強しました。ポンの P、ホンの H、ボンの B。今日の匹もこの P、H、B は同じところで使われています。練習してみましょう。1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹、7匹、8匹、9匹、10匹、10匹。アブが1匹飛んできました。飛びます。来ます。飛んできました。若者の方に飛んで近づいてきました。そういう意味です。ブンブンうるさく顔の周りを飛び回りました。ブンブン。虫が飛んでいる音を表します。うるさく。ブンブンという音もうるさいですが、顔の周り、
飛んでいます。ですから、なかなか歩くことができなくて邪魔ですね。そういう時にうるさいを使います。顔の周りを飛び回りました。若者はそばにある木の枝を折りました。そばにあるは近くにあるという意味です。木の枝を折りました。その枝でアブを払いのけながら歩いていました。アブを払いのけます。払いのけますは邪魔なものや気になるものを、例えば虫やほこりなどを手で払うときに使います。若者は枝を右に動かしたり左に動かしたりして、アブが近くに来ないように払いのけています。歩いていました。アブを払いのけながら歩きます。アブを払いのけます。歩きます。アブを払いのけながら歩きます。例えば、音楽を聴きます。仕事します。音楽を聴きながら仕事します。ポップコーンを食べます。映画を見ます。ポップコーンを食べながら映画を見ます。ジュースを飲みます。映画を見ます。ジュースを飲みながら映画を見ます。スマホを見ます。自転車に乗ります。スマホを見ながら自転車に乗ります。危ないです。スマホを見ながら自転車に乗らないでください。マスケながら。教科書を持っている方は、みんなの日本語28課、元気18課、丸ごと、初中級8課に載っています。でも、アブはどこまでもブンブンついてきました。アブはついてきました。ついてくるは他の人や物の後ろを歩いたり、一緒に動いたりして近くにいるようにすることです。どこまでも。若者は歩きます。アブはついてきます。若者はもっと歩きます。アブもついてきます。若者はもっと長く歩きます。アブもついてきます。アブはどこまでもついてきました。若者は我慢ができなくなりました。我慢します。やりたいことや辛い気持ち、痛いことを出さないようにすることです。何も言わずに静かにしていることが多いです。例えば、ゲームがしたいです。でも、ゲームをしません。我慢します。言いたいことがあります。とても怒っています。でも、言いません。我慢します。
ケーキが食べたいです。でも、ケーキを食べません。我慢します。若者は、はじめ我慢できました。でも、アブがずっとついてきます。今、我慢ができません。若者は我慢ができなくなりました。前はできたことが今はもうできないことです。とうとうアブを捕まえました。長い間待っていたことや頑張っていたことが最後に起こったという時に使います。アブを捕まえました。若者は網を持っていませんから手で捕まえました。そしてさっきの藁でアブのお腹を縛りました。さっきの藁。さっきは今より少し前の時間のことです。藁で、このでは道具や方法を表す助詞です。例えば、お箸でご飯を食べます。手でお寿司を食べます。スプーンでプリンを食べます。ナイフとフォークでステーキを食べます。さっきの藁でアブのお腹を縛りました。それを木の枝に縛り付けて持っていきました。それ、アブがついた藁のことです。木の枝の先に縛り付けて、縛り付けては縛ることですが、縛るより強くしっかり動けないように縛ります。もっと強いニュアンスがあります。持っていきました。アブは逃げることができなくなりました。逃げるは危ないものや怖いことから自分を守るために早くその場所から離れることです。できなくなりました。さっきも出てきましたね。同じ文法です。アブは逃げることができなくなりました。ですから、羽だけをブンブン動かしていました。動かします。アブは羽を動かします。羽が動きます。動かしますは他動詞。動きますは自動詞です。例えば、山田さんは車を動かします。車が動きます。鈴木さんはドアを開けます。ドアが開きます。鈴木さんはドアを閉めます。ドアが閉まります。本田さんは電気をつけます。電気がつきます。本田さんは電気を消します。電気が消えます。
先生は授業を始めます。授業が始まります。教科書を持っている方は、みんなの日本語29課、元気18課、丸ごと初中級の8課を見てみてください。すると、向こうから女の人がやってきました。向こうから、向こうは今いる場所から離れた方、または反対側の場所のことです。向こうから女の人がやってきました。やってきますは、来ますと同じような意味ですが、遠いところから来ます。少し時間がかかってきますというニュアンスがあります。では、クイズです。助数詞。小さい動物の数え方を練習しましょう。猫が1、3匹います。2、3匹います。3、3匹います。どれでしょうか？正解は3。猫が3匹います。犬を1、2匹飼っています。2、2匹飼っています。3、2匹飼っています。どれでしょうか？正解は1、犬を2匹飼っています。魚が1、1匹しか釣れませんでした。2、1匹しか釣れませんでした。3、1匹しか釣れませんでした。どれでしょうか？正解は2、魚が1匹しか釣れませんでした。マス系、ながら。音楽を聴きます。仕事します。はい、どうぞ。音楽を聴きながら仕事します。ポップコーンを食べます。映画を見ます。はい、どうぞ。ポップコーンを食べながら映画を見ます。ジュースを飲みます。映画を見ます。はい、どうぞ。ジュースを飲みながら映画を見ます。他動詞、自動詞。他動詞から自動詞にしてみましょう。例えば、アブは羽を動かします。羽が動きます。鈴木さんはドアを開けます。ドアが、はい、どうぞ。ドアが開きます。鈴木さんはドアを閉めます。ドアが、はい、どうぞ。ドアが閉まります。
本田さんは電気をつけます。電気が、はいどうぞ。電気がつきます。本田さんは電気を消します。電気が、はいどうぞ。電気が消えます。先生は授業を始めます。授業が、はいどうぞ。授業が始まります。それでは自動詞から他動詞を考えてみましょう。例えば、羽が動きます。アブは羽を動かします。ドアが開きます。鈴木さんは、はいどうぞ。鈴木さんはドアを開けます。ドアが閉まります。鈴木さんは、はいどうぞ。鈴木さんはドアを閉めます。電気がつきます。本田さんは、はいどうぞ。本田さんは電気をつけます。電気が消えます。本田さんは、はいどうぞ。本田さんは電気を消します。授業が始まります。先生は、はいどうぞ。先生は授業を始めます。文法や言葉の意味を勉強したところで、最後にシャドーイングを練習してみましょう。声に出して一緒にやってみてください。しばらく行くと、どこからかアブが一匹飛んできました。ブンブンうるさく顔の周りを飛び回りました。若者はそばにある木の枝を折りました。その枝でアブを払いのけながら歩いていました。でもアブはどこまでもブンブンついてきました。若者は我慢ができなくなりました。とうとうアブを捕まえました。そしてさっきの藁でアブのお腹を縛りました。それを木の枝の先に縛り付けて持って行きました。アブは逃げることができなくなりました。ですから羽だけをブンブン動かしていました。すると向こうから女の人がやってきました。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？シャドーイング、リスニング、上手になるために繰り返し何度も何度も聞いて話す練習をしてみてくださいね。またこの続きもお楽しみに。
最後まで見てくださってありがとうございました。